クリスタルって言うから美しい音色が聞けると思ったのに、実際には局地戦クリスタルゴリラ軍団じゃねえか。見た目と音が一致しない。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ビグマンゴの新作ケーブル、クリスタル。今まで、ビグマンゴは多くのケーブルを販売してきたけど、実は、カラーバリエーションに専念することが多くて、金メッキケーブルのサマヤー系、金メッキ使ってるらしいんだけどサマヤーより高音が綺麗に聞こえる、ホタラ系が発売されてる。今回登場したのは、それら2系統とは異なる、新たなるケーブル、銀メッキ導線と純導線のミックス線、クリスタルだ。外観は銀一色、プラグ部品なんかが黒色の金属パーツなところがアクセントになっている。このケーブルは、いわゆるミックス線と呼ばれるタイプ。スペックこそ非公表なものの、大抵のミックス線には共通の特徴があって、それは、高音が力強く強化される。ボーカルも強化される。低音も強化される。特にインパクトが強い曲に使った時に、明らかにパワフルになった、と感じられる仕上がりになっていることが多い。なので、僕の手持ちには、ミックス線のお気に入りがかなり多いな。同じような価格帯で、いつもこのチャンネルでおすすめしているミックス線としては、ジアレイのオレンジ、パープル、茶色がそれに相当する。ミックス線は、全体の勢いを落とさずに、なおかつ高音、低音を力強くしたい時におすすめしたいケーブルだ。なので、クリスタルなんて擬音系な名前を付けられていながら、クリスタルはノースジな可能性が高い。聞く前からちょっと怖くなってきたぞ。プラグ及び端子は、いつものビグマンゴの定番どころが全部揃っている。3.5mm アンバランス、2.5mm バランス、4.4mm バランスだ。それから、イヤホン側の端子の方も、QDC2 ピン、通常2ピン、MMCX がラインナップされてるな。取り回しについては、洗剤が太めなので、若干癖なんかを感じる時はあるけど、基本的に空中でたわんだり、タッチノイズが大きかったりはしない。金属パーツはアルミ製なので、重量も見た目に対して軽めだ。ケーブルスライダーもついていて、ここもアルミ製なので、この部分の扱いに関しても問題なしだな。ケーブル自体がデコボコしてるので、スライダーはよく止まるぞ。で、音質なんだけど、ちょうど、3000円くらいの価格帯だと、似たようなコンセプトのミックス線、ジアレイが存在しているので、KZ の定番8ドライバキ、KZZAR を使って比較していこうと思う。上流はサバジ DA さんだ。は？もう一回聞いてみようか。いやいや、失礼した。クリスタル、なんて美音を奏でそうな名前なんだけど、こいつ、ジアレイの数倍エグい高音と低音が出るぞ。高音側は曲のミックスによっては破綻しかねないくらい一部の中高音が強調されて、金属音足りてないなんて言わせないとばかりの腕力で衝突してくるし、低音側もかなり分厚くなっていて、おっと、普段使ってる音量よりいつの間にかボリュームを上げてたかなと思ったんだけど、DA さんのボリュームメーターを見たら、むしろ普段より20ほど小さかった。なんだこのやたらめったらパワーでゴリ押ししてくる音は、低音、高音ともに凶悪と言っていいレベルで持ち上がる。もともと抜けの良いイヤホンと組み合わせてしまうと、高音が軽快になりすぎて、むしろ薄っぺらくなっちゃうくらいだ。それでいて最後まで圧たっぷりの低音域が伴うので、もう訳がわからない。一部の破裂音なんかに近いサウンドも、強調されすぎて薄く感じてしまうまである。ZAR だけではその進化が測れないので、ZAX とかと組み合わせてみたら、ドライな表現はオーバーリアクションなくらいに出てきていて、とにかく誇張されたサウンドを聞きたい時にはいいかもしれないんだけど、たまに誇張しすぎておかしくなる場合がある。お前はハリウッドザコシショウのモノマネか何かかと、ここまで聞くと、どんなネタ洗剤だよ、と思うかもしれないんだけど、これがまた刺さる時には強烈に刺さる。具体的には、パワーのパワー面を感じたい時にだけ大活躍する超極地向けイヤホンだ。イヤホンとの組み合わせや、演奏によっては大きく化けるが、さじ加減を間違えると、一気にうさんくさくなって陳腐な表現になる。塩梅は難しいが、バッチリハマった時には、脳汁が止まらなくなるタイプのバランスだぞ。高音と低音が絶えず銃弾爆撃してくるようなサウンドになるので、ぜひお気に入りの高音低音が力強いイヤホンに組み合わせてくれ。低音の厚みが増える反面、空間表現はちょっと下がる。また、使われている洗剤の関係か、中高音域の明瞭さについては、それほど上昇しない感じがするな。だが、お前は目の前で人やら物やらゴリラが飛び回ってる状態でそんな細かいことを気にするのか？なんか疲れて元気出す時におすすめの聞くドラッグだ。深く考えずにパワーのパワー面を感じる時に使うのだ。イヤホンや曲、ジャンルをある程度選ぶ組み合わせになる可能性が高いことは忘れずに。とにかく低音は分厚く、高音はけたたましくなる。元気を通り越す。暴力、単純な暴力を体感してくれ。
そうそう、ZAX と ZAR で試したので、ついでに KZ8 ドライバのもう一つ、ZAS でも試してみた。うわぁ、これだよ、これ。ZAS は、KZ ファンからは、高音がもうちょっとハキハキすると従来の KZ っぽい、という評価を受けていたイヤホンで、実際、後継の ZAR では、より高音のメリハリが良くなってるんだけど、ZAS とこのケーブルを組み合わせると、解像度はともかく、高音側の分離がバキバキに上がる。そして、特徴的な、KZ 歴代最強クラスの低音が、さらなる暴力性を持って立ち上がってくる。なんだこのえらく誇張されすぎたミックス線は、KZ が力だけを追い求め続けた世界線みたいな音するぞこいつ。さらに TRNT やチップスを組み合わせれば完璧だ。自分で組み合わせといてなんだこれ。正気に戻るまで、中華イヤホン的サウンドの暴力を味わってほしい。とにかく、力こそパワーだと思ってるそこのあなた。ビグマンゴクリスタルには値段なりなところもある。だが、クリスタルは、力こそ全てだ。と、いったところで今回はここまで。